皆さんこんにちは、赤石鹿です。赤石鹿経済ラボへようこそ。日本で生活している皆さん、最近ちょっと周りの声を聞いてみてください。物価が高くなった。生活が苦しい。って本当によく聞きますよね。でも、メディアが政府の官僚に高い物価についてどう思いますかと聞くと、高市内閣はほぼ毎回同じ答えを返してくるんですよ。物価は上がっているが、賃金も大幅に上昇している。と。つまり、賃金と物価が一緒に上がっていれば、物価高は大した問題じゃない。というわけです。その証拠として、春闘の結果がよく引用されます。2026年の春闘の平均賃上げ率は 5.01%。3年連続で 5% を超えていて、バブル崩壊以降で最高水準なんです。数字だけ見ると、確かに悪くなさそうですよね。じゃあ、なんで街を歩くとほぼ全員が、賃金が物価に全然追いついてない、と感じているんでしょう。今日はその、ズレをきちんと整理していきたいと思います。まずそもそも、春闘の結果を全労働者の賃上げ幅として語るのがちょっとおかしいんですよね。春闘というのはあくまで一部の大企業の労働組合と経営者の年次交渉に過ぎません。日本の労働者の7割以上は中小企業に勤めていて、さらに約4割は派遣や非正規なんです。そういう人たちはそもそも最初から春闘の仕組みの外にいるわけです。仮に春闘に参加している企業で働いていたとしても、実際にもらえるのが 5% とは限りません。日本商工会議所の調査によると、中小企業の平均賃上げ率は 4.29%、20人以下の小規模な企業だと、さらに低くて 3.52% なんです。東京商工リサーチの調査レポートでは、過去3年間で5% の賃上げを一度も達成したことがない企業が、なんと 40.1% にも上ることが分かっています。それから、仮に会社が賃上げをしたとしても、平均 5% はあくまで平均値です。7% もらった人もいれば、3% しかもらえなかった人もいる。昇進でもしない限り、個人の賃上げ幅が平均をかなり下回るケースは十分あります。政府が引用するこの数字は、正直なところ、最初から見栄えよく見えるように設計されているんですよね。そして最後、これが一番重要なんですが、仮に名目賃金が確かに上がっているとしても、物価の影響を加味して実質購買力で見ると、話が全く変わってくるんです。このグラフは日本の過去5年間の賃金の伸びを示しています。赤い線の名目賃金は確かにずっとプラスです。でも、インフレ調整後の緑の線、つまり実質賃金は2022年から2024年まで3年連続でマイナス成長、2025年にはさらにマイナス 1.3% まで拡大して、2026年になってようやく辛じてプラスに転じたんです。つまり、名目賃金は上がっていても、皆さんの実際の購買力はずっと下がり続けていたということです。じゃあ、物価はどれくらい上がったんでしょう。総務省統計局のデータによると、全体の CPI は2022年の約 4% から約 2% まで下がってきています。一見するといい感じに見えますよね。でも、CPI には価格が安定している品目もたくさん含まれているので、実際の生活感が薄まってしまうんです。生鮮食品を除いた食品だけで見ると、一時は 9% 近くまで上昇していて、今でも 3% あります。食費は毎日かかるお金で、中低所得層の家計では、支出に占める割合が最も高い。これが、ほとんどの日本人が
スーパーで感じているリアルな数字なんです。だから、政府が言う、物価は上がっているが、賃金も上がっている、というのは、厳密に言えば、嘘じゃないんです。でも、言わないでいることがある。賃金の伸びが物価に追いついておらず、実質購買力は、実は後退している、ということです。毎年買えるものが、じわじわと、減り続けているわけです。では、政府はそれを分かっていながら、なぜ、賃金は上がっている、と繰り返し強調するんでしょう。実はここに、経済学上で、とても重要な違いが関わってくるんです。経済学的には、物価の上昇が、賃金の上昇と一緒に起きているとき、それは、景気が好調なサインとみなされます。ロジックは単純で、企業がより多く稼ぐ。従業員の賃金も上がる。財布に余裕ができた人が消費を増やす。消費が需要を引き上げる。需要が物価を押し上げる。企業の利益がさらに増える。また、賃上げができる。という良い循環です。各国の中央銀行や政府が最も歓迎するシナリオですね。でも、物価が上がっているのに、賃金が本当に追いついていないなら、それは、全く別の話です。経済学では、スタグフレーションという言葉があります。物価は上がり続けているのに、経済成長と人々の実質収入は停滞したままという状態のことです。この構造だと、毎月もらう給料で買えるものがどんどん減っていく。一生懸命働いても、賃上げの幅がコンビニのお弁当の値上がりに追いつかない、なんてことになるわけです。じゃあ、日本は今どっちに近いんでしょう。ちょっと2つのサインを見てみましょう。1つ目は、企業が賃上げをする理由です。もし本当に、景気の好循環で賃上げが起きているなら、企業が賃上げをするのは、業績が良かったから従業員に還元したい、という理由のはずですよね。でも、東京商工リサーチの調査レポートを見ると、日本企業の賃上げの最大の理由は、従業員の離職防止で 80.3%、物価上昇への対応が 65.5%、業績向上による成果還元はわずか 30.5% なんです。つまり、多くの企業が賃上げをしているのは、稼げてシェアしたいからじゃなくて、人手不足のプレッシャーに追い詰められて、やむを得ずやっているわけです。二つ目は、人々の実質消費が下がり続けていること。景気が本当に好調なら、みんなもっとお金を使うはずですよね。でも、総務省統計の家計調査を見ると、日本の実質消費支出は、すでに7ヶ月連続で、マイナス成長。2026年6月時点で、前年比、マイナス 3.3% になっています。これが示しているのは、日本の今の物価上昇は、みんな財布に余裕が出て、消費需要が盛んになったからじゃなくて、輸入コストの上昇と円安によるコスト転嫁に過ぎない、ということです。実際、日銀が発表した最新の企業物価指数を見ると、日本の輸入物価指数の前年比は、なんと 29.1% にも達しています。輸入原材料、エネルギー、食品、全部が大幅に値上がりしていて、これが日本の物価を押し上げている本当の原動力です。景気がいいかどうかとは正直関係ないんですよね。この2つのサインを合わせると見えてくる結論は一つです。日本の今の状況は、スタグフレーションの影からようやく抜け出しつつある経済体に近いわけです。景気が全面的に反映しているというにはまだ程遠い。では、なぜ高市政府はいつも経済は強いと強調したがるんでしょうか。実は全く理由がないわけでもないんです。さっきも少し触れましたが、物価上昇が最も激しくて実質賃金のマイナスが最も深刻だった時期は、実は2022年から
2025年の間なんです。2026年になって、インフレはボトムを打ち、実質賃金もプラスに転じました。データ上では確かに回復軌道に乗っています。じゃあ、なぜ国民はまだ好転を実感できていないのか。民間消費に至ってはまだマイナスのままなのか。理由は主に2つあります。1つ目は、2026年にプラスに転じたというのは、あくまでも下落がようやく止まって少し戻り始めたということであって、元の水準まで戻ったわけじゃないんです。この数年、毎年賃金は上がってきたけど、その上がり方がずっと物価に追いつかなかった。要するに、実質購買力は毎年少しずつ削られていたわけです。今ようやく物価を超えてきたけど、過去に積み上がった損失はまだ補填されていません。例えばこんな感じです。4年連続で赤字だった家計が、今年ようやく黒字になった。でも、銀行口座の残高は4年前よりまだ少ない。数字上のトレンドはプラスでも、財布の感覚はまだ取り戻せてないところに止まっているわけです。二つ目の理由はもっと直感的で、つまり先行きへの不安がまだ消えていないということです。消費を決めるのは今月の状況じゃなくて、この状況が続くかどうかですよね。ここ数年、物価ショックが何度も繰り返されました。米の価格高騰とか、中東情勢絡みの原油値上がりとか。それが人々の心理に影を落としています。それに加えて、円安が続くことで物価が本当に落ち着くのかという懸念もある。こういった要因が重なって、今回の改善がどこまで続くのか疑心暗鬼になっている。だから数字上は回復していても、財布の紐を本当には緩められない状況が続いているんです。だからこそ高市政府は機会があるたびに、日本経済は強い、と繰り返し言い続けている。これは要するに、こうした発言を通じて、国民に経済への自信を持ってもらいたい、ということなんです。このスローガンを、どう国民の生活実感に落とし込んでいくか。それが高市政府にとってこれから向き合わなければならない重要な課題になっています。今日はなぜ政府が経済は強いと繰り返すのに多くの国民が生活の苦しさを感じているのかについてお話ししました。日本経済はコロナ禍後の高インフレの時代に大きなダメージを受けて国民の財布はかなり傷ついています。その傷は、1、2期の賃金プラス成長だけで埋められるものではなくて、まだまだ努力が必要なんです。日本の景気は確かに回復してきています。でも、景気が本格的な繁栄フェーズに入るまでには、まだかなり長い道のりがあります。今の段階はまだ、いかにインフレに飲み込まれないか、というところにいるわけです。ちょっと例えると、ずっと40点を取り続けていた学生が、前回の試験でようやく60点を取った感じです。でも、100点からはまだ遠い。本当に繁栄を取り戻すには、最終的には、産業のアップグレードと、企業の収益力向上しかありません。もっと深い問題も気になりますよね。なぜ日本経済はずっと本調子に戻れないのか。なぜこの10年、日本の平均賃金上昇率は主要先進国の中でほぼ最下位だったのか。そういう話は、また、いつか改めてじっくり話しましょう。赤い鹿でした。また次回お会いしましょう。